はいどうも速録です。今日はですねホトさんからホトプレジションスクリュードライバーキットプロ、こちらを提供していただきました。以前ですねレーザーの距離計、こちらですね、当時はホトさんだと思ってたんですけど、どうやらホートーさんみたいですね。でもめんどくさいんでホトさんで統一しちゃいたいと思います。こちらですね以前紹介したことあるんですけど、今回同じメーカーのホトさんから精密ドライバーのキットだと思うんですけど、こちら提供していただきました。ホトさんありがとうございます。でこちらですね現在先行予約中で、クラウドファンディング、クラファンですね、クラファンの方で支援募集中っていうんですかね、サポーターを募集中の商品でございます。で欧米の方ではもう販売されてるみたいで、日本では今そのような状況です。では早速開けていきたいと思います。なんかね結構いろいろ入ってるみたいで、ちょっと楽しみな商品なんですよね。よいしょと。はい来ました。はい、これがホトさんのスクリュードライバーキットプロの中身になります。まずね説明書ですね。こちら日本向けで一応クラファン募集してるから日本語入ってんのかな。あ、入ってねえや。英語と中国語しかないですね。特に説明書なくてもわかるとは思います。早速本体出してみましょうか。なんかね画像で見た感じはすごい良さそうだったんですけど、なんかめちゃくちゃかっこいいですね。なんかツールセットってよりはちっちゃいノートパソコンみたいな、なんかそんな質感ですね。あとなんかケーブルが出てきた。早速わかんないのが出てきたよ。わかった。リストバンド、静電気逃がすリストバンドだと思います。きっとなんか黄色いケーブルが入ってますけど、USB の Type-C ケーブル。黄色ってなんか珍しいな。黄色い USB Type-C Type-A のケーブルですね。はい、こちら付属しております。はい、ということで入ってるものは以上になります。本体と USB Type-C Type-A のケーブルが1本、あと静電気を逃がすためのリストバンドだと思います。はい、こちら1本、あと説明書ですね。では早速本体の中身を見てみます。俺の剥がし方が下手なのか。よっしゃ OK。 はい、では早速オープン。すげえな。なんだこれ。これはどっから出てきたんだい。開けるとちょうどこの角度で止まりますね。はい、これ以上奥にはいかない感じですね。で出てきたのがまずピンセット。ビットの種類が書いてるんだ。ロングが6種類のショートが20種類ってことで、合計26種類のビットが入ってるようですね。じゃあ開けて。なんだこれ。これマグネットシートっぽいっすね。マグネットシートが1枚付属してます。でなんかメモリ付きですね。ちょっとここにネジがあったんで、やっぱりそうですね。はい、マグネットシートですね。で中身はこんな感じです。はい、これがショートビット20種類、ロングのビットが6種類、それとあとピンセット。ピンセットきっとこれこっちから落ちてきたんだね。こう入ってたんだきっと。なるほど。はい。でピンセットが2本、あとスパッチャーかな。はい、このプラスチック製のヘラですね。これも2種類。これ金属製だ。金属製のスパッチャー。はい、あとなんか吸盤ですね。吸盤が1枚っていうのかな。はい、1つ。これなんだろう。これもなんかヘラっぽいな。これ開ける時に使うやつかな。金属製のヘラ。あとピックですね。これ何枚入ってんだろう。3、4、5。5枚。5枚入ってます。すげえな。なんかこれもうこれで全部細かい作業が完結しそう。こっちにもスパッチャーが入ってますね。こっちはちょっと硬めの分厚いちっちゃいタイプですね。これが3本。あとここマグネットマークでプラスマイナスあるんですけど、着地と障子ができるっぽいですね。ここにこすると要は磁気を帯びて、マイナスのところにこすると磁気が消失すると、そんな仕組みになってるんだと思います。で今回のメインですね。メインのドライバーがここにありますよと。はい、電動の精密ドライバーがついてますと。もう動くのかな。動く。こちら LED ライト先端についてますね。内側で閉めて外側で戻るんですね。これ強さかな、トルクかな。やっぱりそうですね。ここでトルクの調整をするみたいですね。弱い方と強い方と。もちろんねこちらの電動ドライバー充電式になってるんですけど、これのすごいところはですね、ケースに入れたまま充電するんですね。ケースにしまって先ほどの USB の Type-C ですね。
こにタイプ C を挿して、で USB で充電すると。本体に閉まったまま中のドライバーを充電できるような仕組みになっております。それで充電なんですけど、ちょっと今ねケーブル、この黄色いの短いんで違うケーブル持ってきましたけど、電動ドライバーの本体が赤く点滅する形で充電されるようです。これ外にもねインジケーターあるとすごく良かったなーって思いますね。今見たところ外にインジケーターないんですよね。これ外についてたらもっと最高だったのになーって思いますけど、まあ別にこうやって開ければ見えますし、そんなに不便ではないかなとは思います。なんか本当に全部盛りですね。全部入ってる。しかもデザインが結構かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこよくないですか？やっぱりねこのねホトさんのデザインってすごいかっこいいんですよね。前のこのレーザー距離計もめっちゃかっこよかったんで、機能的でかっこいいみたいな。これもね穴があって持ちやすくてこんな感じで遊べたりもしますんで、なんか本当にね機能的でかっこいい。見た目はもう100点上げてもいいんじゃないかなっていう気がしますね。で本体のサイズなんですけど、幅が21.5 ぐらいかな。で奥行きが約11センチ7ミリ、117ぐらいですかね。厚みが24ミリですね。それぐらいの大きさになっております。総重量なんですけど約 300g、ドライバーの重量が約 63g ということです。でこのドライバーのトルクなんですけど、電動の最大トルクが 0.2 ニュートンメートルで、手動ですね、こちら電動の他に手で回すこともできまして、手動の場合は3ニュートンメートルになっております。電動の最大トルクは 0.2 ニュートンってことなんですけど、精密ドライバーなんでねそこまでの強さは必要ないと思うんです。なんだけど手動だと3ニュートンまで回せるってことで、結構本体頑丈なんだなって思いますね。これ普通の電ドラと変わらないですよね。で無負荷回転数 170rpm で低角電圧が 3.7V で低角入力が 5V0.2A ということです。で充電時間なんですけど約160分になってました。カラッカラの状態で160分ですね。ドライバーのバッテリー容量なんですけど 350mAh ですっていう、今回の、ツールセットの仕様でございますと。で今回ですね、これ紹介するってことで何か分解してみたいなと思ってたんですけど、ちょうどいいね実験台が我が家にありまして、それはこいつですね。今話題の iPhone ですね。10ですけど、これね海水に水没させてしまって完全に壊れてます。で一度修理に持ってったんですけど、中の基板が完全にダメになってる。なんか基板交換するぐらいだったら新しいスマホ買えるじゃんってことで、その時は修理これ諦めました。なので今もう長押ししても電源も入りません。もう完全に故障してる iPhone ですね。で今回プロでも基板交換しないと直せないよって言ってるものなんで、直すつもりはないんですけど、分解してねこの工具セットの使いやすさですね、そちらの方をちょっと体感できればなと思っております。なのでとりあえずこいつをバラバラにしてみたいと思います。それではね早速こちら iPhone 分解していきたいと思います。あんまりね分解の手順分かってないんでちょっと間違ってるかもしれないんで、今回は本当に直すためではなく、この工具がね使いやすいかどうかを確かめるための動画なので、分解手順については全く気にしないでください。そしてもう最初から壊れてます。でまずね使うのはねこの SIM っていうビットですね。SIM トレイが抜けるんだと思います。抜けた。これいいね。次にどうやらここを外していくようなので、星型の超ちっちゃいやつ。なるほど。ケースの方にもちゃんと形書いてるんだ。今の一覧の紙を見なくてもこのケースのここにちゃんと書いてますね。だから多分これかな。これっぽいよね。どうだ。合うこれだ。でねこのビットなんですけど、しっかりとした磁石でカチッとくっつくんで、そうそう抜けないですね。グッとちゃんと抜こうと思わないと抜けないですね。外れる。いや外してるんだけどね。外してんだけどちゃんと外れるわ。外れました。こっからが問題で、どうやらこの画面をバコって外すらしいんだけど、この普通のただの吸盤でいけるのか。これ貼り付けて引っ張る感じだよね。こんなんでいけると思う？かなり力いると思うんだけど、ちょっとでも隙間が空いたらピックを差し込むみたいな、そんな感じかな。いけっかもしれん。結構動くぞこれ。いけるわ。浮いてる。左手で引っ張ってピックを突っ込むみたいな、そんな感じかな。ほら入った。いいんじゃないの。いけるわ。こんなんでいけるんだね。でもこれ多分1回
修理持ってって開けてくれたから開けやすいのかな、どうなんだろうね。しかももう壊れているという安心感、割とどうなってもいいみたいなね、慎重さがないもんね。おー、来たー。開いたね。なんか意外と水没した割には綺麗じゃない？まあいいや。はい、とりあえず開きましたね。このケーブルって抜けんのかな。多分ここかな。 Y 字のこの辺ですね。この辺のやつを抜かないとここ取れないんじゃないかな。これかな。 Y0.6 これでいけるかな。これで合ってるんじゃねえかなっていう感じがしましたので、これでいってみます。めっちゃちっちゃい、こんなちっちゃいネジですよ。これなくすわ。これはさっきのマグネットにくっつけておこう。でこのネジがもう緩んでるのにくっついてこないんですよね。こういう時に着地してあげるといいんじゃないかな。あ、めっちゃくっつく感じする。あ、来ました来ました。すごいくっつきます。マイナスの方にやると、はい、くっつかなくなりましたね。でプラスの方に着地すると、はい、くっつくと。はい、すげえなこれ。面白い。はい、取れましたよと。このまま分解を進めるべきかどうするべきか悩んでます。まあでも一つ言えることは、すげえ使いやすい。めっちゃちっちゃいネジも簡単に外れちゃうし、てかここまで来るのにもう全然苦労してないですからね。で結構ね、不意に何かがあってもこれだけセット数が多いと結構対応できますよね。今もビットね、結局これで、合うやつが入ってましたんで。よし、分離完了。液晶パネルとあと本体ですね。はい、バラバラにできましたよと。このライトほんと見やすいです。こいつないと結構厳しいかも。いやー、これ多分前の修理業者一回外したんだろうね。ネジがね、もう丸なんですよ、ここ2つ引っかかりが全くないんですよね。これはちょっと開けられないかもしれない。まあ今回は修理目的じゃないんで、別に外れなくてもいいんですけど、ちょっとなんかせっかくこの L 字のバッテリーちょっと外したかったなーっていう、残念だな。はい、当然なんですけど、外してまた取り付けただけなので何も変わりません。はい、直ってません。前に修理出したことあるんですけど、多分その業者さんあまり良くなかったですね。ネジがかなりバカになってて外しにくかった、もしくは外せなかったところがもう2箇所ありました。ちょっとそれは残念でしたね。もうちょっと分解したかったんだけど、ネジ壊してもよかったんだけど、今回はね、こちらの工具使い心地っていうのを確かめたかっただけなんでいいんですけど。で実際に今使ってみた感想なんですけど、かなり使いやすかったです。ビットもこれだけ付属してますんでね、ドンと本当に困ることはないなと思います。こちら全部このケースにね収納できますので、本当にこれさえあれば細かい修理はもうお手の物というか、でコンパクトだし、で意外とびっくりしたのが、こんな吸盤でも使えるんですね。これで普通に iPhone 剥がせるとは思いませんでした。こういうのも全部ちゃんとオールインワンでこの中に収められてますんで、かなりいい商品かなと思います。でもすっごいね、高級感がありますよね。で意外とね、このマグネットシート、こちらもね使えました。外した順番にこう並べてって、あとはその場所場所でネジを締めていったんですけど、結構使いやすかったですね。大きいのを分解するとここだけにはちょっと収まらない感じにもなってくるかなと思うんですけど、今回は iPhone スマートフォンだったんで、全然これに収まりました。なのですごく総合評価は高かったですね。セット内容もすごく充実してて、これだけ入っていれば不満はないと思います。じゃあね、商品はバッチリってことなんですけど、あと価格ですよね。冒頭にもお話ししましたけれども、こちらの商品は幕開けっていうクラファンの、今サイトで予約販売されている状態です。でクラファンなんで早期割引ですね。早ければ早いほど安く買えるっていう仕組みになってるんですけど、今現在はもう第2段階に実は行っちゃってまして、それでも 28% オフですね。こちら100名様限定で 28% オフと、第1段階はたった30人限定だったんですよ。30名様限定で超早割 34% オフだったんですけど、今は早割で 28% オフです。で100名様限定なので、こちらもきっとすぐ終わってしまうと思います。そうなると次は 22% オフですね。で価格なんですが、今現在第2段階の 28% オフなんですけど、これで税込み 12,800 円です。で残り80個、今この動画撮影時で残り80個になってます。はい、ということで今日はですね、フォトさんの
電動精密ドライバーセット、こちらを紹介させていただきました。先ほど申し上げた通り、早めに購入した方が安く買える、これがねクラウドファンディングのシステムでございますので、早くサポートした方がより多いリターンを受けられるっていう仕組みになってますので、気になった方は是非概要欄の方からリンクをクリックして、商品をチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。